いやー、そろそろ死のうかな。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望とともに寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそ。イエーイってことでね、今日はね、底辺労働者、いやもうね、ゆくゆく無職になっていきますけれどもね、底辺労働者おじさんのね、なんて言うんでしょう、休日の過ごし方がわからないというね、話をね、したいと思います。もうね、皆さんお気づきの方は全くいないと思いますけど、あれですからね、この動画も土曜日ね、土曜日にアップされてることほとんどないですからね。もうね、労働中はね、なんか怒りが湧いてきてね、いろいろなネタが湧いてきてこうね、憎しみの炎でね、なんとかね、なんかこうやる気がっていうか、動画を撮るねモチベーションが湧いてくるんですけれど、まあね、休日はね、憎しみが消えて、ただただ悲しみと、なんて言うんでしょうね、脱力に襲われるんですね。うつ病患者のようにこうワンターンツーターンもめんどくさい、やることたくさんあるんですよね。やることはたくさんあるんですよ。でもやりたくないんですね。そうね、シャワーを浴びるのも嫌だしね。そうで、だらだら時間が過ぎていくわけですよ。多分ね、無職になってもこんな感じなんじゃないですかね。ただただ世の中から離れてね、だらだらするんじゃないですかね。そしてね、若くもないですし、大昔のようなね、女性の欲望ももう捨てましたしね、もううんざりしています。だもんでね、過ごし方が分かりませんね。来週ね、陽キャではありませんけれどもね、またね、バーベキューなるものにね、引きずり出されるんですけれどもね、いやいや、たっぷり感謝しておりますよ。そんなに陽キャではないファミリーにね、ちょっと呼び出されましてね、だもんでね、イベントがないとね、本当にやる気がないですね。そしてこれではいけないと思いましてね、私旅をね、新たに趣味にしたい。旅が好きですからね。旅が好きなのに、単独の泊まりのね、旅はこの間、こんな年になってこの間ね、去年行ったのが初めてですけれどもね。まあそこまで行かなくても小旅行がしたいなと目論んでたんですけどね。いろいろ計画するのが楽しいんですよ。ね、楽しいんですけどね。実際このお値段をね、いろいろと計算していくとね、そこそこ離れたところでもやっぱりね、日帰りでもね、やっぱり2万円ぐらいはね、予算計上しないといけないな。交通費とかね。泊まりになるとまあ3万円ぐらいはね、覚悟しないといけないなとかね。そうなるとですよ、特に目的がないわけですから、旅がしたいっていうだけですからね。もうね、やる気がこうどんどん剥げ落ちていくわけですね。やる気がなくなっていくんですよね。めんどくさくなっちゃって。それは経済が理由なんですけれどもね、経済が主な理由ですよね。何かね、趣味のイベントごとでなんかね、行けばまあそこそこ楽しいし、こうね、実益も兼ねるしみたいなね、そういう趣味だったらば別にね、まあね、1万円2万円使ってもまあとは思うわけですけれどもね、私はもうおっさんですからね、もう経済破綻を
何度も経験してね、もううんざりですからね。そう別にそれぐらい使ってもいいなとは思うんですけどもね、旅行でね2万3万っていうのはちょっとなんかね腑に落ちないなとね。それなら美味しいものが食べれるしなとかね。いろんな欲しいものが買えちゃうなとか思うとね、途端にやる気が失せてきますね。そう困ったもんですよ。だもんでね、底辺おじさんはね、結局ね、こうサイレントテロじゃないですけれどもね、結局お金を使わずにダラダラね休日を過ごして、あっという間にね今年も前半が終わると、良くないですね。良くないですよ。次のイベントは11月って決まってるんですけどもね。まあね、やっぱりちょっとねこう勇気が出ないですね。なんか無意味なことにお金を浪費するということにね、やっぱりトラウマになってますね。何度も経済破綻してるのでね、気持ちの中ではもうどうでもいいじゃないかとね、お金なんてね知るかと。年金ももらえないし我々氷河期はねとか思うんですけどね、いざね使うシーンになるとね、どうもねなんかね腑に落ちない、納得いかないなと思って、そんなことの繰り返しでね1ヶ月が過ぎていくわけですよ。ね、半年が過ぎ1年が過ぎていくわけですね。よくね月に5万円を絶対使ったら人生が豊かになる、ね、充実するんだみたいな話がありますけどね、あれはね意外とねいい線ついてると思いますね。ただ私勇気がちっとも湧きません。湧かないんですよね。あとやっぱりそうなってくるとですよね、なんかね休日ね YouTube とかねネットサーフィンでね、それで十分時間が過ぎていくわけですけれどもね、あとまあ多少ねいっぱい食べようみたいな、ダイエット中ですけれどもね、あと好きな時に寝ようみたいなね、それはそれでいいことですけれどもね、いまいちね、だから人生が終わるとこういうことになるわけですよね。女性を口説きにもね、そういう欲も捨てざるを得ないしね、結果が出ませんしね、友達はいないし、なんかね趣味もねこう底辺おじさんになってくると本当にね、休日なんでダラダラしちゃうかと思ってね、労働のせいですよ。労働のせいでね疲労回復に当てちゃうんですね、どうしてもね。全てが面倒くさくなるんですね。先ほどね労働が始まってからいろんな買い物とかし始めるんですけども、先ほど非常にね大失敗しましてね、買い物においてね。私の部屋は底辺の割にはねゴキブリがそんなに出ないんですけれどもね、それでも1年に1回出るか出ないかぐらいですけれどもね、昔は本当に出なかったですね。食べるものがなかったからですかね。最近比較的小さいのを潰して殺したらばなんか卵を産んでいたらしくて、ちっちゃいのがね定期的に出るようになってね、その戦いでねゴキジェットをねもう少しでなくなりそうだなと思って新しいの買わなきゃなと思ってさっき買ってきたんですよね。最近のゴキジェット何年かぶりに買ったらすごいでっかいんですよ。でけえなと思いながらね買ったんですよ。それで帰ってきてね台所の下に入れようと思ったらね、なんと使いかけのゴキジェットが出てきて、そして
そしてその奥には新しい使ってない新品のねゴキジェットも出てくる始末でね、そう信じられないですね。信じられない。で結局ね、そう何が言いたいかってあれなんですよ。4本あるんですよ。新品2つに使いかけが2本出てきましたからね。使いかけ2本と新品2本で4本使えるゴキジェットがね我が家にたまりましてね、大失敗ですよね。めったに使わないものが4本あるっていうね。まあね、これなんでこうなるかっていうとね、やる気がないからですよね。生活にやる気がないって面倒だ、ね、よく確かめもせずにあれなくなったな、めんどくさいけどなくなりそうだからね、予備を買っておこうみたいな、そういうダラダラした気分で買い物をするとね、使ってない新品が出てきて、で途中でまだまだ使えるやつがねさらに出てくるというね、恐ろしい状態ですよね。そういうことなんですよ。だからどんどん増えちゃうんですね。そして物がいっぱいになっていくわけです。そう。あとおじさんになるとね、なんかこうなんていうの、いろんなところでこうなんかこう底辺おじさんをね、なんかね底辺と思われてるのか知らないですけど、いろんな人にねなんか物をもらったりするんですよね。でも断れないじゃないですか。いらないよとか言えないじゃないですか。でね、ろくに着ない服だとかね、なんかアイテム的なものをねいっぱいこうね溜まってっちゃうんですよね。捨てるのが面倒になって、でいっぱいね物に溢れるんですね。これはあれですよ、ネガティブマンチャンネルはガチのね底辺チャンネルですからね。そう、これが偽りのない底辺労働おじさんの話をしてますけれど、嘘つきのねバックにそういう底辺労働おじさんをネタにね金を引っ張ろうっていうね、この偽物のね底辺労働チャンネルがあります。たくさんあります。しかも成功してるっていうねこっちは成功してないのにね。そう、いいんです、成功とか関係ない。世界を滅ぼすためのねためにあるチャンネルですからね。絶対滅ぼしてるっていう、労働反対っていうね。だからそういう偽物チャンネルはなんで偽物かってわかるかっていうと、そういうことですよね。私も底辺のね友人や知人がいた時代がありましてね、よく遊びに行ったりとかするとね、まあね物に溢れてるんですよ。薄汚いんですね。そういうものなんですよ。一人のね底辺労働をしている男独り身なんてね、どんどん物が増えていくんですよ。引っ越しを頻繁にしない限りはね。でもあれじゃないですか、偽物の底辺労働チャンネル見てください。何でもいいんでね。まあ物が少ないね。ミニマリストかっていうぐらい物が少ないね。意外と小綺麗にね部屋がまとまってますからね。笑っちゃいますよね。それは底辺労働おじさんじゃなくて底辺労働おばさんだったりね、お姉さんだったりもありますよね。まあ綺麗ですからね部屋がね。私はここしか綺麗なところないからこの画角で撮ってるだけですからね。あともうひどいもんですよ。そうなんです。あいつら嘘つきなんですね。偽物チャンネルですから、皆さんぜひね見ないようにしてください。大体彼らはね無駄に料理をし始めたりとか外に行って映したりとかしてますけどね、嘘くさいですよね。本当そんなね綺麗に撮ったりね、いろんなシーンからこういろんな画角から撮ったりね、そんな暇ないですからね。テロップ入れたりとかね、文字を入れたりとかそんな暇ないですからね。本当の底辺チャンネルを一人でやってる底辺おじさんにはね、嘘つきで一発では分かりますからね。まあだもんでね、そう底辺おじさんの休日はやる気がなくなるんですね、労働のためにね。
これをどうにかしたいんですけれどもね、テンションが全然上がらないんですよね。で憎しみもねしなしなしちゃうんでね、動画を撮影する気にもなれないみたいな状態になるんですよね。そして何か趣味にお金使おうと思うとなんかね、あんまりにも無意味すぎてね、こういうご時世ですしね、なんかこれなら食料を買った方がいいんじゃないかな、うまいもの食った方がいいんじゃないのかとかね考えちゃって、結局ね全ては物価が高騰してますからね、ますますやる気がなくなってね、そうですよ。底辺労働おじさんはそういうもんなんですよね。やる気がない。それでダラダラしちゃうんですよね。そのくせね、一人暮らしっていうのはものすごいね、さっきのねゴキジェットの話もそうですけれどもね、まあね、日用品だったりいろんなものをね買い物に行くのがまあめんどくさいわけですね。めんどくさいんですよ。いろんな手続きだったりとかね、いろんな支払いだったりとかね、それはネット上でもそうですけど、まあいろいろね一人っていうのは不便ですよね。私もね大金持ちになったらね、そこそこ広い家だったり部屋だったりを借りてね、黒人の太ったお姉さんをねお手伝いさんとして雇ってねっていうのが若い頃の私の夢でしたね。そしていろんなことをね、お買い物とかね料理とかやってもらおうと思ってました。しかしね、人生失敗して成功しなかったんでね、夢に終わりましたね。家政婦さんを雇えるほどのね大金持ちになりたかったですよね。一面としてはね、一つの夢としてはね。そうなんですよ。まあめんどくさいですよ、一人暮らしっていうのはね。で平日はあれじゃないですか、労働してるからそういう手続きとかね買い物とかもう相当やる気にならないとできないんですね。もう疲れ切ってますからね。というね、底辺労働者の休日は忙しく、しかしやる気がなく苦しいという動画でした。それではね、皆様のね苦しみもどうか教えてください。それをネタにすることも多々あると思いますんでね。それではね、死というものが近づいておりますけれども、明日にも今日にもね、最近暑いですね。嫌になっちゃいますね。この蒸し暑さが本当の夏です。明日にも今日にもこの世界が滅びますようにね。ネガティブマンでした。